タスチャンネルへようこそ。ゲームバーロータスのシェラです。ヒラチャンネルのヒラです。はい、というわけで、ロータスコマンダー第2回目となるんですけども、今回はね PDH の対戦動画をお送りしていくわけなんですけども、今回はどのレベル帯をお送りしていきましょうか。はい、今回はレベルでいうと8から9、オプティマイズドからコンペティブというレベル帯で対戦をお送りしたいと思います。なるほど、早くもこのレベル帯やっていきますか。そうですね、現状 YouTube では高レベル帯の対戦動画っていうのがあまりないので、前回の動画との、レベルの違いを楽しんでいただけたらなと思っています。なるほど、はい、実際前回と今回でどんな違いがある感じなんですかね。そうですね、一番の違いは速度かなと思っています。前回の6から7というレベル帯ではだいたい5ターンから、10ターンが、平均キルターンというお話をしたかと思うんですけども、今回はですね、コンボがしたいということもあって、分回れば3キル平均して、だいたい5ターンから7ターンぐらいの勝負になってくるのかなと思ってますね。なるほど、確かに、はい、3ターンから5ターンってちょっと超えられない壁みたいなとこありますよね。ありますね、やっぱりコンボが主体となってくると、一人一人ね倒していくのとは違いますので、その分速度が上がってくるのかなっていうのはありますね。ただね、高レベルになればなるほどやっぱり妨害というのもね多く飛んでくるので、そうやすやすとはね終わらないんじゃないかなと思ってますね。まあ、確かにその辺の差し合いもね結構見どころになるんじゃないかなっていう感じがします。でもそうですね、ただねちょっと一番の不安がちょっとありまして、ちょっとプレイングは、ちょっと心配よね。まあ確かにそうですねそこが一番心配かもしれない。そうですね、なので、高レベル帯の動画とはさせていただいていますが、プレイングはちょっとまだまだ僕らも未熟なので、その点も温かく見守っていただけたらなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速各自のジェネラル紹介に参りましょうか。はい、どうぞ。はい、じゃあまずリラの方から、使う統率者を紹介していきたいと思います。僕が使う統率者はこちらですね。はい、冒涜する者ヤロクになります。こちらはというと、効果としては5マナのスルタイからのジェネラルなんですけど、パーマネントが出た時に、誘発する効果が2倍になるよっていう効果で、似たようなカードで言うと、パンハモニコンっていうカードがあるんですけど、そちらとの違いとしてはパンハモニコンはクリーチャーが出た時の誘発効果2倍なんですよ。こいつパーマネントなんで、上陸だったり、エンチャントが、ETB で誘発する効果も2倍になるっていう効果を持ってますね。で、このデッキの、キーカードとしては、こちらですね。水蓮のコブラ。こいつは上陸を持ってる2マナのクリーチャーなんですけど、上陸するために、1マナが生まれるっていう効果が、このヤロクがいる状態だと、上陸が2回誘発するので、例えばフェッチランドなんか起きると、フェッチランドが出ただけでまず2マナ生まれて、フェッチランドを切ったらさらに出て上陸して2マナ生まれて、計5マナ生まれるみたいな。めちゃくちゃマナをね、爆発的に乱すことができるんで、かなりこちらがキーカードになってるデッキとなってます。で、最終的にその爆発的なマナ加速をした後に、そのマナを使って、無限コンボにつなげていくっていうようなデッキの動きですね。はい。はい、ゲームバーロータスのシェラです。僕のジェネラルはこちら、暴動ノーサーラクドスです。暴動ノーサーラクドスは、このターン、対戦相手1人がライフを失っていないとキャストできないというですね、デメリット能力を持ちながら、4マナ66飛行トランプレという、強力なスタッツを持っています。あなたの対戦相手がこのターン、失ったライフ1点につき、あなたが唱えるクリーチャー呪文の、唱えるためのコストが1少なくなるというね、強力な能力を持っています。そのラクドスの能力を生かして、こちら、エルドラージ軍団ですね、エムラクーユラ、コジレック、ウラモグといった強力なクリーチャーを展開してボードを取っていきます。またね、祖先の像と、武道団というね、カードがありまして、こちらで、無限コンボというのをね、搭載する、ラクドスならではのコンボも搭載しています。よろしくお願いします。ハクです。僕が使うジェネラルは、フェイに呪われた王、ゴルゴルドです。このクリーチャーは出た時と戦闘に入った時に自分のパーマネントを1つ生贄に捧げないといけません。その代わり自分がパーマネント生贄に捧げるたんびに、プラス1カウンターが1つ乗っかると1枚ドローすることができます。なので、このクリーチャーがいる状態だとフェッチランドを切った時なんかにも1ドローできるので、いろんな行動にプラスでドローを重ねていってコンボにつなげていくというようなデッキです。デッキのキーカードになるのは食物連鎖です。このカードは不死身救いというクリーチャーとセットで使うことによって、クリーチャー専用の無限マナを生むことができます。
クリーチャー専用の無限マナが生まれたら、その後はコルボルドをキャストしてスクイーを生贄にしてワンドロー、そして、コルボルドを食物連鎖の効果で逃走者領域に戻してまた唱えてワンドローという風な手順を繰り返すことによってデッキのカードを全て引き切ることができます。この状態で、他のコンボにつなげて、勝利をするというのがこのデッキのメインの、コンボになります。はい、アミです。アミの使う統率者はこちらです。精霊の魂アニマーです。これはプロテクション黒と白があるので、大半の統率者に、ダメージを通すことができます。で、11という貧弱なボディなんですけど、クリーチャーを唱えるごとに11カウンターが乗っていって、大きくなることができます。かつ11カウンターの分だけ無色マナが軽減されてクリーチャー呪文を唱えることができるので、色シンボルの少ない呪文を搭載することによって、どんどんクリーチャーを出して、殴っていくっていうデッキです。かつ、コンボもたくさん搭載をしているので、いろんな動きができて非常に楽しい統率者となっています。で、今回のキーカードはこちら、絵描きの召使いです。このクリーチャーは、出た時に色を指定して、今後使う呪文や、パーマネントが全てその一色の色になります。プロテクションの白と黒があるので、除去であるとか、そういうものに対しての耐性が、つくので、アニマ自体が非常に狙われやすく貧弱な統率者なんですけども、十分に守っていけるいいサブポジションとなっております。ということで、これでやっていきたいと思います。じゃあデバイス入れますか。はい、お願いします。ほい。16。 15。僕からもう一回。ほい。頼む。12。6。よし。じゃあ先駆的にやります。 7枚。はい、7枚ガンチェック。はい、チェックします。お願いします。キープします。僕もキープします。いけます。じゃあ0ターン目ありますか。はい、宝石の洞窟を場に出して、はいディスカードは、山ですね。山をゲームから。はい。はい、じゃあスタートします。はいどうぞお願いします。お願いします。はい、じゃあベイユーセットランドして1マナから、しぎりのシャーマン出しておしまいです。はい、じゃあもらいます。アンダーパーキープドロー。ランドセット1マナ、エルフの新規化出して終了です。はい、ドローします。ボルカを出しておしまいです。お願いします。テランドを場に出して、そのまま先にいます。で、バッドランドを場に出して、そのまま2マナで稲妻のスネアっていうのを場に出します。はいままターン終了です。使います。3タップ、アップキードローします。じゃあ、サムスターがショックにします。38で、白さんのフェッチランドから青マナ出します。3マナで、よりのんびりにしたい。ミスティックの研究を出します。嬉しそうに出したな。よろしいでしょうか。はい。はい、じゃあこのまま終了です。はい、アンタップアップキープドロー。スキャンほんまや。1マナ、2マナ、リスケンケアしてガチョウ出します。で、食べ物が1つ、はい、出てきます。そこからランドセットカップインでそのまま終了です。はい。ドローします。ああ、嫌やなぁ。スキンが困ったなぁ。そんなことする？そんなことするか。踏み鳴らされた血をショックインします。38。指導霊を追放して赤1、2度1、3マナでリスケンケアをして森地。おお、もうおしまい。攻撃や。シャドウショットをね、場に出しまして、そのターン終了ですね。はい、頑張ります。虹色の帳簿をセットして、素振りします。1点食らって、島を2マナでアウフ。この起動型能力を攻撃します。悲しいおしまいです。悲しみますね。ターンもらいます。ワンタップ。楽ドス、そこで投げてちゃダメでしょ。アップキープドロー。ランドセット、プレイドル。で、1、2、3、4、5。で、ここから赤出して、ガチョウで黒を出して、ケアして出てきた。ケアコミ、プロボールキャスト。で、登場時の効果で、エルフの神秘が生贄にされて、
プラス1カウンター持ってワンドローします。そのままターン終了で。はい。じゃあ、アンタップします。で、モリチェの効果で3枚見ます。全部いきます。して、起点。はい。槍前の円眼を出して、ロータスペタルを出して、2巻。これはケアをせずに、青、緑、赤を出して1点食らってワンダローどうぞ、アニメをキャストおしまいです。今をセットからの電撃の玉璽を、リスケンを付与します。はい。これでターン終了です。はい、もらいます。アンタップ、めちゃくちゃむずい。アウトがいれば、落語の教科書はとりあえずなんとかなるから、森セットしまして、土地落ちてる人いますか？いません。いってないです。じゃあ自分の、虹の帳簿から5マナで、やろうとします。このままおしまいです。はい、じゃあターンもらいます。ワンタップ、キープドロー、ランドセット、黒1マナ、バンチュー、2点。どこにですか？はい、ここどうぞ。はい、どうします。で、バンチューは取りますか？うん。はい。じゃあ、デッキトップにカード1枚積みます。危ないなあ、あっちの。やろこまで取るからな。はい、で、フェッチランド切ります。はい。で、フェッチランド切ったので、これモード誘発でワンドローします。こんな動きが。嫌な予感しますね。嫌な予感しますねこれね嫌な予感しますね。で、ベリューします。1、2、3、4マナ。ケアコミックのおー。いいですか？はい。大丈夫です。はい。じゃあ、着地したらコールボールドを追放して、はい赤6マナを見ます。で、ガチョウも追放して、緑2マナを見ます。緑2マナ、赤6マナ。はい。はい。で、緑2度赤で、赤色の動産キャストします。あら。スタックよろしいでしょうか？はい、どうぞ。カスタムしたでしょおー。シンクロフレード追放して、はいここ。なるほど。ああ、強い。では、あと残りが、赤。これちなみにリスケンブローは大丈夫ですか？いや、リスケンも払います。払います。じゃあ、赤が3マと残ってる状態。はい。じゃあ、ドロー1 OK です。スクイキャストします。危ねえ、ほら。危どうしますはい、じゃあ、これでターン終了です。はい。じゃあ、アンタップします。ドローさんちょっとやばいかも。いや、ナイスカットですよ。ナイスカットですね。ナイスカット危なかったマジで。マジで危ないわ。セットランド。今のは危ない。リスケンケア。青、カラーレス。で、リスケンケアで、金粉のドリップでやらくもらいます。いやおー。ー、メトリが出てドローさせんのも、今手札番号です。 4枚です。 4枚。引かすかな。どうしようかな。だいぶファイトしましたよ。いや、引かそう。1で、リスケン払いません。バイレクシアの破棄者でパリンクの指定で、はいでカウンター2個目乗ります。めちゃめちゃ取られてる。はい、じゃあ以上でおしまいです。アンタップしますね。ケア込みで。このクリア。おお。おお、それは何ともできん世界を平和にする。はい、何ともできません。はい、じゃあもらいます。アンタップ、キープを、ランドセットして、マナで、手が生存。1マナで、T 社生存を起動します。劇場の教官者捨てます。はい。で、産地。じゃあ、ステレのコムだ。やります。はい。で、そのままキャストまで。次です。はい、おしまいです。はい、もらいます。アンタップ、キープドロー。いや、そのままターン終了で。じゃあターンもらいます。アンタップ。ドロー。アーフはいないんで、ロータスペタルサクル、
無色、無色、ロータスペタルから緑、赤、青でアニマ2キャスト。はい、なるほど。はい、以上でおしまいです。お願いします。ケア込みで2つの時をキャストします。そのままターン終了します。はい。はい。はい。ごめんなさい、なし。はい。はい、じゃあ頼みます。アンタップ、シロー。マイクット。セットして、7マナでやるとリキャストしたい。スタック。3マナ。睡蓮のコブラに突然の追撃。あー、なるほど。なるほど、なるほど。この後の動きを抑制しにくいことですね。なるほど。うまい。まだランドセットしないのでかなりじゃあ、キャットレスキャストはしました。はい。で、3マナからではい。着地しまして、なんと今度は終了です。はい。おー、聞いてるね。聞いてるよ。やっぱりやらんとあかんとでしょ。聞いてますよ。3マナのサバイバルを置いて終了です。おー、サバイバル。サバイバルドロップします。ドローします。セットランド。使う土地ばっかりやな、マジで。3マナでリスケンケア込みの、ジュースのシャンをプレイします。はい、ドンタ1個乗ります。サバイバルだよね。みんなサバイバル置き始めたぞ。そうです、サバイバ赤1、無色。で、1マナ軽減、リスケン払いません。で、このル。おー、サーチ。じゃあ、ワンドローします。はい、どうぞ。変形者。変形者。威力者の変形者を手札に加えます。はい。で、アニマでやるかな。3点。じゃあ、3点くらいます。おしまいです。いや、ロスさんのオープンリーチと。そうですね。どうします。センターに入ります。ディスカードをアザプにスタートして、空いてるアタック3に、アタック3点です。はい、取ります。その4点2ドローします。で、しの木型を割り出して、これペチ切ります。一応だからラクドスキャストしても3は軽減されるんですよ。あ、されます。3はね。手札でもいいのか。どのジェネラルも強いけどな、このそりゃそう。全然強い。そういう例えだ。沼を出して、黒、沼でラクドスをキャストします。はい。1マナです。赤マナで、配信のおー、これは出るよ、自分でくらい。じゃあ、これ自分でか考えない。相手にマナ与えない。出せるから。マナ出せるマックス10マナ出せるから。 13までいく。いや、それはだいぶあれやな。ないですね。で、ブーツをラクドスに履かせて、うおブロッカー立てて終了です。はい。はいもらいます。リスケってリスケンケアしてないですね。1、2、2ドロ2ドロ2ドロ。リスケ2ドロ。いや、この皆さんだいぶやばいな。ボールしな。ただ、で、コブラを倒してくれたのもありがたい。コブラでかい。偶数ダメージ。奇数セーフ。で、ドロー入ります。ドロー。おらんってもいけるからな。さあ、どうするかな。ちょっと遠くなる。まず、これ強いですよね。ここは入ってます。クリプトと、島に行かせて、無色1浮かせます。はい。キングラブレイク。取られるんじゃはい、待ってください。おアニマトレードして、僕のクリーチャーも2マナ減らせる減らせる。状態になって、ラウンドセットします。やっぱり1マナで、深き闇の色を捨て、起動し、適者生産起動します。はい。で、サーチします。サーチ先が、ウドンブレイク。とこれはもう、まずいですね、こ生きれね。物したやつだね、これ。で、3マナになるので、浮マナ使って、ルローブレイクをキャストして、で、ルローブレイクの効果で、ヤルコの効果が2倍になるので、最大10マナアンタップできるので、まず2マナ浮かせます。で、1回まず5マナアンタップ。で、さらに5マナ寝かせて7マナアンタップ。で、もう1回2回目の効果を出すので5個アンタップします。合計12マナ今これであります。この状態から
2マナ使って残り5マナで永遠の商人をキャストしたり、着地、まずアニマの効果に出して4までいきます。着地良ければ、劇場の共感者それでもいいか。をハンドに回収します。はい。で、1マナから、劇場の強化者出して5まで上がります。このクリーチャーは場に出た時に、マナコストが6以上のクリーチャーカードを、場に手札に持ってこれます。で、エラクの効果で2回言わせて2枚持ってくるのが、ルーン傷の悪魔と、狙いすましの公開士を持ってきます。そのまま、狙いすましの公開士を2マナでキャストして、こいつは着地すると、結婚っていう能力を持って、クリーチャー1体と組になって、そのクリーチャーがどっちも2マナ払うとブリンクするよっていう効果を持ちます。なので、これで2マナ払い続けることによって、ミロンドレイクを無限回することによってマナが全部起きるんで、これで入植の現マナまでいきます。入植の現マナまで行った後に、ルーンキズアクアを持ってきて、エンジン悪魔から、一応勝ち手段である何が入ってきてもいいように劇場の貢献と、歩行バリスタを持ってきまして、マナが無限点あるので、バリスタイコール無限で持ってきて、無限点。はい。はい。じゃあ大体です。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、対戦動画をお送りしてきたんですけども、いかがだったでしょうか。今回どうですかね、流れとしては結構いい流れお見せできたんじゃないかなと思うんですけど、あ、そうですね。なんか工房悪いなみたいな。誰かが進めようとして、そこを一回止めて、僕のダクリオとかで一回全部流してからのどうなるかみたいな流れで結構面白い流れとしては見せれたんじゃないかなとは思いますね。実際ロータス、このぐらいの速度帯のお客さんも結構多いですよね。あ、そうですね。結構多いですね。なんかこれよりちょっとレベルが高かったりとか、初心者の方も多かったりとか、レベルはちょっと様々なんですけど、一番多いのがやっぱこのぐらいの、今回のレベル帯かなと思ってて、どのレベルの方が来てもみんなで楽しく遊べますんで、ぜひ来ていただければなと思います。みんないろんなデッキ持ってるんで、一緒に遊びましょう。本当、しかも立ってる時とか、4択とかだったら4択立つんですよ。日本でもなかなか珍しいと思います。一番みたいなとこある。いや、あるあるある。全然その対戦相手に困らないんで、めちゃくちゃ楽しいですよ。はい、というわけで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。では、リラとシェルとタクト。アンです。お送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。